とにかく最初の2週間ずっと泣いた。2週間泣いたよ。ずっと泣いた。何にも言えないで、何にも。自己紹介したらみんなに笑われちゃったんですよ。ここまで日本語が上手くなった、プロセスとかその理由とかって教えてもらえますか？今日はここ福島県で英語の先生として働かれているアメリカ人女性のジュディさんという方にインタビューをします。なぜ田舎と呼ばれる福島を選んで住んでいるのか、日本語の勉強方法や日本での苦労などについても詳しく聞いていきます。それでは行きましょう。じゃあ自己紹介してもらってもいいですか？ダッチャージュリです。よろしくお願いします。ダッチャージュリさん、はい、出身はどちらですか？出身はアメリカです。今職業何でしたっけ？英語の先生です。どちらで教えられてるんですか？あちこちで教えてます。すごい。それは日本語で基本教えられてるんですもんね。混ぜちゃいます。ミックスで。ミックスで、はい。場所によって95% 英語、99% 英語、1% 日本語とか、あとは50、50とか、場所によってやっぱり変わります。福島県にはどれくらい住まれてるんですか？1989年に来て、で、一旦大阪あたりに住んでて、また2002年戻ってきた。2002年からずっと。当時って、1990年あたりって多分今ほど海外の方って日本多くなかったと思うんですよ。はい、それで多分なんか苦労したこととか、なんかカルチャーショックとか何かありましたか？その時ほぼ看板全部漢字だった。めったにローマ字の説明とか何も書いてなくて、紙の辞書といつも携帯してるのがノートとボールペン。とにかく最初の2週間ずっと泣いた。2週間泣いたよ。ずっと泣いた。何にも言えないで、何にも。私なんでここにできない。でもその自己紹介する精一杯だったね。そこまでして日本にいたいっていうモチベーションみたいな、その日本語を学びたいとかだけじゃ多分入れないと思うんですけど、なんかどういうモチベーションがあったんですか？福島の人がすっごい優しい。とにかく優しい。わからないとき、丁寧にゆっくりもう一回、もう2回、3回言ってくれるし、本当に私、メモしてるとき、本当に親切に待ってくれるし、困ってるとき、とにかく手伝ってくれて、多分福島じゃなかったら、もう帰ってた、アメリカに。絶対。やっぱり、人がいいの。ここ。もちろん東京もいい人もいるけど、もう本当に福島は人がいいから、あとは何でも人に聞ける。私、最初料理あんまりできなかった。日本の料理だけど、これもオンラインのレシピがなかった時期で、本屋に行って、なんかレシピ本買って、それをスーパーに行って、聞いてたの。魚売り場の人に、この魚の料理、魚売り場の人に、これどういう意味ですかとか、そうするとか。本をスーパーに持って行って。もうで教えてくれるの。そう。それめっちゃ優しいですね。めっちゃ優しい。めっちゃ優しい。福島の人の優しさに支えられたジュディさん。さて、ここからは日本語の勉強についてです。当時は今ほどテクノロジーが発展しておらず、学ぶ方法も少なかった時代。そんな中でどうやってネイティブレベルの日本語を話せるようになったのでしょうか。ここまで日本語が上手くなった、プロセスとかその理由とかって教えてもらえますか？カラオケが面白かった。やっぱり読みながら。ほら字幕とかあんまりなかったから、カラオケだけ字幕があったから、なんかやっぱり友達といっぱい、日本語で何かを好きなことをやるのがメインだったかな。カラオケとかラケットボールのレッスン受けてすっごい上達した。その先生がインストラクター日本語しか話せなかったから、
もうそれしかなかったで、ほらこうやってる間もう辞書引けないでしょ、汗かいてるから。それ一番上達したかもしれない。一日どれくらい勉強してたんですか、日本語を。まあ少なくても、今考えて少なかった。少なくても6時間だったけど、今で、なんでもうちょっと勉強しなかったのかなと思うぐらい。一番良かったのが、一回アメリカに帰っちゃったんですよ。日本語検定1級取りたかったから、逆に日本にいない方がいっぱい勉強できる。だから実家に帰って、もう部屋に自分のことを閉じ込めて、とにかく起きてる間もずっと勉強した。漢字とか全部覚えて、教科書を2つ買って、でその2つの教科書もう何種も100種ぐらいやってて、あと新聞がなかなかなかった、日本の新聞、あったのが経済新聞、日経しかなかったんですよ。めちゃめちゃ難しい、日本人でも読むの難しい新聞ですよ。その時まだテクノロジーが進んでなかったから、やっぱり漢字一個一個調べながら新聞の記事の隣で書いて、はい、でその漢字の辞書が外国人向きの辞書がこれくらいあるの。でその書き数によって調べる。でだから新聞で12345はい12345ここだって、ここって読み方があって、その音読み訓読み、こっち音読み訓読みそれで他の辞書で音読みじゃないなって、訓読みかな、はいじゃあ訓読みってでそれをメモ、それ一個ずつやった。やば。すごい努力で日本語の壁を乗り越えたジュディさん。ではなぜ彼女は東京や大阪のような大都市ではなく福島に住み続けるのでしょうか。彼女がこの土地を愛するその理由を聞いていきます。この福島を選んで住んでる理由について聞かせてもらえますか。福島のいいところは、私のふるさととすごい似てるんですよ。季節も似てるし、リンゴで有名だし、桃で有名、フルーツで有名。あとは猪苗代湖があるから、猪苗代湖行ったら一番落ち着く。確かにその福島に来たことがない海外の人にちょっとおすすめの福島の場所とか教えてもらえませんか。猪苗代です。猪苗代。会津もいいし。猪苗代湖って何ができますか。いや逆に何ができないって言った方が早いなら。そんなに何でも。例えば釣りとかボートとか。できます。何が一番全部できる。でも景色もすごいですよね。景色が一番いい。ちなみに明日行こうかなって話してて、猪苗代湖。最高だね。ちなみに会津はどういう場所ですか。会津は猪苗代湖、こっちから見ると猪苗代湖の反対側。そうですよね。西側に。会津城行った方がいいよ。会津城がいい。会津城。なんか城下町もあります。会津がすごい面白い。日本語が話せず涙を流した最初の日々。そこからすごい努力で言葉の壁を乗り越えてきたジュディさん。そんな彼女から今日本語を勉強している皆さんへのアドバイスです。日本語学習をされてる方が多分見られてると思うんで、そういう人たちになんかアドバイスとかあります？やっぱり日本語を勉強してる人、自分にチャレンジしないといけないんだ。話さなきゃいけない場所に行って、その状況になってやっぱり話す。英語の学習と同じでアウトプットでしょ。アウトプットが一番大事。とにかく日本語を上手くなりたい人、とにかく勉強しなさい。1日6時間が多いと思ったら多くはない。時間がかかります。で、日本に住もうとしてる、どううまくいくのが、みんなと仲良くしてください。みんなこう言ってるんだったらそう言ってください。みんなこんな感じでやってる、そうしてください。みんなとなんか周りと合わせるが一番いいと思う。確かにその日本のコミュニティに入ってその人たちのスタイルに馴染んでいく。コミュニティだけではなく、住んでるところもみんなこんな感じでゴミ出してるんだったらそんな感じでゴミ出してください。周りを見て同じような動きするといい。
そうなんです。日本の人って結構海外の人が日本に来てくれるだけで結構嬉しいみたいな人も結構多くて、なんではい皆さん心配しないでください。じゃあありがとうございました。気合です。気合です。バイバイ。ジュディさん本当にありがとうございました。今日の動画を見て日本語の勉強方法で参考になったことや、あなたがやっているおすすめの日本語の勉強方法があればぜひコメントでシェアしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。